そうじゃあ321で一瞬止まって321ね Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Welcome to Downtime with Ken. I'm your host Ken. Downtime へようこそ。今日はちょっとバックバンドがボンボ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 何の話というわけで今日のダウンタイムのゲストはミーニングの隼人さんに来てもらいました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。で最初に自己紹介の方をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ミーニングとあとノーエクスキューズというバンドをやってます隼人です。そんなもんかな見てる人がいて、はい、携帯で遊んだりしながらやってる違うここにメモがあるんです。いやメモなんかアプリやってて今やってないメモですからメモ違うかちゃんとやってますからこれはちゃんとやって俺、ね、何言おうとしたか忘れちゃったよもう今回は外野がめんどくさいよ。これ俺インタビューするときに一番聞かれて答えづらいなっていう質問って何の？答えづらい質問は最後に一言じゃないけどさ意気込みをじゃないけどみたいなのが一番困る。何をそれって毎回変えてるんですか言うこと？もう今年の抱負だよね。いやもうなんかうやむやにしてるなんかじゃあちょっとやってみて最後にじゃあなんか意気込みをどうぞじゃあこれをご覧の方に最後にちょっと一言お願いいたします。そうですねですありがとうございますそれ回答誰も聞き取れないから。だからうやむやにしちゃうんだよ分かんないもん言葉を曖昧にするんじゃなくて言葉自体をもうわけわかんないようにする。なんか前向きなのか、こう真ん中ぐらいなのかわからないぐらいのテンションで言うの意気込みなんかさだってずっとテンション高くやってるのにさ意気込みもクソもずっとなんか本気でやってたらもうそんなもん今更どうこうってもんでもなくないわかんないけどちょっと最後に一言ので意気込みをはやっぱりちょっとね今後変わってほしい文化ですね俺面白いと思ったのがミーニングでギターボーカルじゃないですか、はい、でノーエクスキューズではピンボーカル、はい、その2つってボーカルやってて、意識の違いって何かあるんですか？いやミーニング始めた時にギターボーカル本当のこと言うね今でもそうだけどボーカル嫌いなのやりたくないのやりたくなくてボーカルになってるからギター好きで最初はそれこそブルーハーツ好きとかそういう話になってくるじゃん。でギター好きでイーミーニングの今もう一人ギターが川口くんっているんだけどが誘ったの違うピンボーカルでやってたバンドにちょっとオールドスクールのハードコアみたいなで川口くんギターやってるんだけどベースも弾いてたのもともとでそのテープを聴かせるわけよこういうバンドっつって結構やってくれるだろうなみたいなって思って聞かしたらなんかこういうの好きじゃないからごめんって言われてワオみたいなマジかみたいなこの後バイトずっと一緒気まじみたいなその時にもうそのすぐ後にけどじゃあ俺ギター弾きたいからなんか一個一緒にバンドやろうよって言われてでじゃあ俺もギター持ってるしなんか好きだからやろうみたいになってで川口くんと俺の2人ギターで始まってでそこにいた、ベースとドラムで始まったのがミーニングでそこに後からもう一人入ってきた感じだから厳密に言うとギターボーカルだけどそんなギター弾いてないなんだろうギター熱っていうものにがそれぐらいで結構ちゃんと満たされてるというかだからレコーディングとかも最初の頃はちゃんとなんか弾いたりとかしてたけど別になんか普通に撮る時も言ってるしさ取材とかでも言ったりもするけど別に俺レコーディングもう今は弾かないのやっぱ時間短縮っていうのもあるしあとはもっと前より歌に時間を割きたくなってなんか熱量とかをでやっぱりライブでそうだね弾くところはちゃんと弾くって決めてみたいなで
何歳いきなり携帯鳴るとかいやいやごめんねいやいやもうクビじゃない本当にちょっと待ってくれよ LINE のさ LINE がさどうなってんだよ本当に LINE がさ LINE がさじゃないでしょブーブーさブーとか言っちゃってんの何歳ぐらいからライブに通うようになったんですか？そのライブを見に行く。あライブハウスとか行くようになった、いや結構遅かったかな18とか18。けど厳密に言うと高校をアメリカで過ごした時にはいはい。丸々3年間アメリカで過ごした時に結構いろんな見に行ってたけどもうけどなんかそれこそもうブリンクがバーンって売れた時とかなんかレスダンジェイクとか結構スカコアがね全盛期 MS330 とかさバーってなってた時だからそれをライブハウスにちゃんと通ってたっていう規模なのかどうかっていうと難しいかもしれないけど別にそのローカルじゃなくてもじゃあ高校生ぐらいかな高校生ですで行った時にこのバンドってマーチカルチャーがあるじゃないですか。マーチを買うだったりコレクターだったりそのマーチのみんなスペルよく間違ってなる人いるんだよ3月になってる結構ちゃんとしたホームページとかでもなってるとちょっと照れるよねマーチは買う買いまくった一番思い出に残ってるマーチってあります？ランシドのラーズがその頃、ドロップキックマーフィーズと一緒にツアーを回っててでラーズがソロで1枚目出した時だったので物販に普通にいてラーズがでうわラーズだと思ってけど T シャツあんまかっこよくなかったの。はいはいはい。あとドロップキックマーフィーズの T シャツ欲しかったからお金持ってないじゃん高校生だからだからもう30ドルぐらいとかこうなんとなく決めて持ってくじゃん T シャツ1枚分みたいな、だってさすげえ危ないとこなのよ普通に。そんな日本人の女16歳のガキが行ったらさ普通にカモじゃんどう見てもいや本当に確かに怖いですよね、でなんか見に行って30ドル持って T シャツを買って残りなんか5ドルぐらいしか持ってなくてでなんか1ドルのステッカーを買ったの、はい、普通の正方形のロゴがもうそれ自体もあんまかっこよくないのもっと言えばけどなんか話したいとかちょっとこうわかんないすごい興奮してとりあえずその物販に行ってそれを買ってでなんかその前のやつがなんかサインを書いてもらっててでそれを見てなんか俺もサイン書いてほしいと思って言ったらサラサラサラとかそんな1ドルのねステッカー買っただけでだよってなんかまたなんか来てくれよみたいなこと言われた時にかっこええと思って私ねこの間一緒にランシドと初めてやれたのもうめっちゃ感動するじゃん、はい、でそれラーズに言ったら結構ラーズの機嫌悪くてこの一番思い出に残っている海外のツアー一番最初に行ったマレーシアのツアーは日本でツアー1回もしたことないのに行ったからやっぱずっと覚えてるしなんかその辺からミーニングってちょっとクリーブとかも同期だったからあれなんだけどちょっとライブハウスの人たちが片手間にやってるバンドみたいな空気感があったの。はいはいはい。みんなそれぞれバンドもやってるしちゃんとメインのだけどなんかそのちょっとサブバンドみたいなのとかで、多分自分たちでもどっかで思ってたかもしれないしでなんかもう思われたくないからちゃんと活動しようみたいなんでなんかそのツアー行ったりとかしたの他の人たちはしてなくて、はいはい、っていうのが始まりだから結構ツアーやってなかったらもう多分とっくに目的を見失ってやめてると思う。いやほんとそれこそ超くだらないけど例えば搬出搬入とかでも分かんないじゃん、はい、そんなどういう順番でやってさいつもライブハウス行ったらさそんな車とかで行かないからさ自分の楽器だけ持ってなんかおはようみたいなノリじゃん。それがなんか現地でさツアー組んでくれるイベンターみたいなやつがいて車出してくれてでこう物運んだりとかするわけじゃん。でそれをなんかこうただ見てなんかぼーっとしてなんか手伝ってやってくれるわけじゃん現地の人たち優しいから、はい、でもそれってなんか違くないみたいな感じになってなんかちゃんと自分たちで効率よくなんかやろうよみたいなそのライブするだけがそれじゃないからみたいなのをちゃんと話した時とかがその辺だったからなんかバンドのこうたまにだから原点に戻りたいじゃないけどとかってなるとちょっとなんかやっぱ行きたくなる感じはあるよね。長年バンドをやるためのその秘訣というか、そのずっとバンドやってれば聴く音楽も変わるし、そういうのをどうやって
こうまとめていやまだこのバンドでやっていこうよってなるのかっていうのを知りたくて。このバンドでやっていこうよっていうかやめようってまずやめようってならなかったわけじゃないけど、一回10年やったタイミングでちゃんと話した。このままこの調子でなんとなくずっと10年20年やっていくのか、それともなんかそこにこう対して目的意識がないんだったらもう今すぐやめるのはどうかなっていう。あとは、単純に仲いいっていうのがでかいかな。仲いい方うちって。いや仲いいよ。よく言われるけど、ああそうなんです。伊野くんだけかなドラムの。それね編集で3回繰り返すから伊野くんだけかな。そうそう、伊野くんだけかな。そういうのも入るんだ。大丈夫だよ伊野くん。大丈夫だよ、必要としてるよ。そのレッドブルで、ウォーキングタブロイドってやられてるじゃないですか、その記事の中で、ステージダイブというかそのライブカルチャーに関してとかシンガーロングとかに関して書いてあって、そのかっこよくするっていうのが結構キーワードだなと思ってて、その隼人さんが、自分たちがかっこいいんじゃなくてお客さんがかっこいいっていうのをこう目指してるというか、そういうのも書いてあって、じゃあ俺はそのミーニングのライブ見に来る人たちとかになんかこういうライブのなんか人の肩からボーンって乗っかって転がってゴロンって戻るだけじゃない、もっと違う遊び方もあるし、なんかこういうのとかかっこよくないっていうのでなんか見せれれば、じゃあミーニングの曲かっこよくないとかって言われたらなんかバンド褒められる、やっぱ嬉しいじゃん。あれを書くときに何をこうテーマに書こうかなって、単純にその毎回やばい動画を載せるのか、けどそんなのネタも尽きるじゃん。だったらそういうのね、要は一般で知らない人ももしかしたらあそこレッドブルっていうのを通して見るかもしれないと思った時に、じゃあなるべくそのディープじゃなく自分のちゃんとパッてその場で聞かれても返せるぐらいの知識のところで納得することを書いて、面白いなこういう遊び方とか暴れ方あるんだみたいになったらいいかなっていう。昔は出すとちょっとこう知識ひけらかしてみたいな感じ嫌だったけど、けども普通におじさんだしかなみたいな誰かステージに上がってくるじゃないですか、アメリカでちょっと前まで流行ってて、お客さんがやることでそのバンドがあんま気に食わないってやつが、ステージセルフィーって言ってステージに上がってきて、カメラを持ってきてバンドメンバーの演奏してる間にこうやってセルフィーをするっていうのがちょっと流行ったんだそんなので Every Time I Die のライブYouTube とか載ってるのが Every Time I Die にやってる、確かボーカルにこうやってセルフィーやってる時にギターかベースか回し蹴りでそれと蹴るっていう、やばいね、すごいね。ちょっとそれネタにさせてもらおう見てみよう。やっぱり滞在期間だよね。そう本当にそうだと思う。別に上がってくるなとは言わないけど、なんかわかんない、それってスマートじゃなくないっていうかさ今日はありがとうございます。いきなり終わっちゃったちょっと2分お前が2ってやったから終わっちゃったじゃんか。ご飯食べ行こう。俺送ってねえんだ。うわ最低。今日のゲストはミーニングの隼人さんでした。早く待って終わっちゃう早くじゃあまた See you guys later. バイバイI have to press it